その時、私は洗脳されていた。その時、私は投獄されていた。魔大戦、すべてを焼き尽くしたその戦いが終わった時、世界から魔法という力が消え去った。そして千年、鉄、火薬、蒸気機関、人々は機械の力を使い、世界をよみがえらせた。今またここに伝説となった魔法の力を復活させ、その強大な武力によって世界を支配しようとする者がいる。人はまたその過ちを繰り返そうとしているのか。ナルシェの幻獣と私の体が反応し、私は気を失ってしまった。記憶を失い、洞窟の中で倒れていたところをトレジャーハンターのロックが助けてくれた。ロックは私が記憶をなくしたことを知ると、守ると言ってくれた。そして私たちは砂漠の国フィガロを目指して旅立った。フィガロの兄弟。私とロックはナルシェを出て砂漠の国フィガロにたどり着いた。そこでフィガロの若き王エドガーに出会った。フィガロはガストラ帝国と同盟を結んでいたけど、エドガーは私をかくまってくれた。でもケフカは同盟なんて関係なくフィガロに侵攻してきた。私はロックとエドガーと一緒に逃げ出し、反帝国組織リターナーの本部を目指すことになった。途中、コルツ山でバルガスという格闘家と戦うことになる。エドガーの弟マッシュに助けられてバルガスを倒し、それからマッシュと共に行動することになった。リターナー本部に到着し相談した結果、ナルシェの幻獣にまた会いに行くことになった。ここでロックとは別行動を取ることになる。ナルシェに向けて川を下っていると、タコのモンスターと戦闘になり、マッシュとはぐれてしまった。マッシュは川の下流に流れ着き、シャドウに出会った。シャドウによるとナルシェに向かうには帝国とドマ国との戦闘地帯を抜けていく必要があるという。マッシュはシャドウの案内でドマ国を抜けてナルシェを目指すことになった。悲劇の侍。帝国がドマ国に侵攻していたが、ドマ国側は城にこもり籠城をしていた。帝国の野営地では無駄な犠牲を出したくないレオ将軍と、強引な手段を使ってでも勝ちたいケフカとの間で意見が分かれていた。そしてレオ将軍が不在の間にケフカは川に猛毒を流してしまう。城の中で次々と倒れるドマ国の兵士たち、そしてドマ国国王の命やドマ国の侍カイエンの妻子の命までも奪ってしまう。逆上したカイエンが復讐のため帝国の野営地に特攻する。カイエンが帝国の野営地で奮闘しているところにマッシュとシャドウが現れ加勢する。しかしこの戦力で帝国を相手にするのは無理があり、3人は共に逃げることになる。帝国の野営地を脱出した3人は森に入った。森を進んでいくと列車が止まっている駅へとたどり着いた。列車は死んだ人間の魂を霊界へと送り届ける魔列車だった。3人が乗り込んだところで魔列車は出発してしまう。列車を止めるため3人は先頭の機関車へと向かった。途中で世界一の剣士を名乗るジークフリードと出会い、宝箱の中身をかけて戦った。先頭の機関車にたどり着き、無事に次の駅に停車できた。3人が駅に降りたところで、カイエンの亡くなった妻と子供が魔列車に乗り込んでいくのが見えた。あなた、幸せだったわ、ありがとう。カイエンの妻はそう残して、魔列車は出発していった。シャドウと別れた後、獣ヶ原でガウが仲間になり、マッシュたちはナルシェへと向かった。
セリス救出。帝国軍を足止めするためロックはサウスフィガロに潜入していた。足止めに成功したロックだったが、帝国軍の厳しい警戒の前に逃げ道を失っていた。ロックが潜伏していると、帝国の将軍セリスが帝国軍に捕らえられているのを発見した。セリスは帝国の英才教育により人工的に生み出された魔導戦士で、上昇将軍として恐れられていた。しかしドマ国の暴挙を知り、それに反対したセリスは裏切り者として帝国兵から明日には処刑されるところだった。諦めるセリスに対してロックは「俺が守ってみせる」と言い放ち、セリスを連れて脱出する。そして2人はナルシェへと向かった。ナルシェの決戦。散り散りになっていたティナ、ロック、マッシュたちがナルシェへと集結した。帝国を恨むカイエンは帝国の将軍だったセリスを倒そうとするが、ティナは自分がもともと帝国の兵士だったことを打ち明け、帝国にいた者が全て悪ではないとエドガーに説得される。そこにケフカが率いる帝国軍が氷漬けの幻獣を手に入れるために侵攻してきたと知らせが入る。忘れるな、お主を信用したわけではないぞ。いいだろう、私が敵か味方かその目で確かめろ。そう言いながら彼らは一致団結し、侵攻してきた帝国軍との戦いに挑んでいく。激戦の末、彼らはケフカを退けた。そしてティナが氷漬けの幻獣と再び再会したところで共鳴が起こり、幻獣の姿へと変身したティナはそのままどこかへ飛び去ってしまった。オペラ座とセリスの賭け。トランスしてしまったティナを助けるためには帝国に潜入する必要があった。そこで訪れたジドールの町でオペラ歌手マリアの代わりにセリスがオペラに出演することになった。セッツァーがセリスを誘拐し、それを追って飛空艇に潜入した。そこでセリスは飛空艇をかけた賭けに傘まで勝ち、セッツァーの協力を得ることができた。魔導研究所潜入。飛空艇でガストラ帝国へ渡り、魔導研究所に潜入した。魔導研究所では幻獣たちから魔導の力を抽出していたが、実は幻獣の力は魔石になることで発揮されるのだった。セリスが魔力を暴走させることでケフカを道連れにし、魔導研究所から脱出することができた。ティナの秘密。ティナの元に戻ると、魔導研究所から持ち帰った一つの魔石が光を放つ。それはティナの父マディンの魔石だった。幻獣と人間の子というティナの出生の秘密が分かり、ティナは記憶を取り戻すことができた。ベクタ崩壊。幻獣たちに協力を仰ぐために風魔壁を訪れたが、その時風魔壁の扉が開き、幻獣たちが飛び出していった。ガストラ帝国の首都ベクタは魔導研究所で仲間が殺されたことを知った幻獣たちに破壊されてしまった。幻獣たちの力を恐れたガストラ皇帝はリターナーに和平を申し入れた。さらに幻獣たちとの和解をティナに依頼した。帝国に裏があることを疑いつつも、一同は幻獣を追って大三角島のサマサの村を訪れた。そこで青魔導士のストラゴスとピクトマンサーのリルムと出会った。島の西にいた幻獣たちと話をすると、幻獣たちも和平を望んでいた。ところがそこに現れたケフカが幻獣たちを次々に魔石へと変えてしまった。そう、これは帝国が幻獣たちを欺くための嘘だったのだ。魔大陸へ。
ガストラ皇帝とケフカは風魔壁の中に入り、そこで三頭身の像を手に入れた。すると地面が割れ、魔大陸が浮かび上がった。一同は帝国空軍を撃退しながら飛空艇で魔大陸を追った。ケフカはガストラ皇帝を裏切り、三頭身の像をずらしてしまう。すると魔力の暴走が起こり、魔大陸は崩壊し始めた。一同は何とか脱出するが、暴走した魔力で飛空艇は大破してしまう。さらに増幅を続ける魔導の力で大陸すら分断してしまう。そしてその日、世界は引き裂かれた。崩壊した世界。目が覚めると私を見つめるシドの顔があった。世界が崩壊してから私はずっと眠っていた。しかし看病してくれていたシドも病に侵されてしまった。私は海岸で魚を取りながらシドの看病をした。しかし彼の容態は日増しに悪化していった。そしてついに彼はこの世を去った。シドの死後、私は彼の作ったイカダに乗り込み、生き延びるために海を渡った。その果てに私はガストラ帝国領にたどり着いた。私たちが生きるこの世界はケフカの支配下に置かれていた。ケフカが作った巨大な塔はまるで私たちの命運を支配する象徴のようであり、その影響は大陸全土に及んでいた。マッシュとの再会。千の町に足を踏み入れた私は、マッシュが倒壊しかかった家を支えているのを見つけた。聞けば子供が中に取り残されているという。私は家の中で子供を見つけ、抱きかかえて外に運び出した。子供は泣きながらも無事で、私の助けに感謝してくれた。私とマッシュはお互いにうなずき合い、共に行動することを決めた。そしてマッシュと私はエドガーに瓜二つの盗賊団のボスジェフと出会った。実はフィガロ城が砂漠に取り残されていることを知ったエドガーが、それを救うために盗賊たちを利用しようとジェフと名乗っていた。無事にフィガロ城を救うことができ、エドガーとも合流することができた。仲間を求めて。そして私たちは高林原の酒場の片隅でセッツァーと再会した。彼の表情は沈んでいて、飛空艇を失った悲しみがそのままに残っていた。ここで希望を失うわけにはいかないでしょう。こんな世界だからこそ、もう一度夢を追わなければいけないんじゃない？私が声をかけると、彼は驚いたような表情を浮かべ、そして自信を取り戻した。私たちはセッツァーのかつての仲間であるダリルの墓に隠されていた飛空艇ファルコンを発見し、それに乗って新たな旅に出ることに決めた。ファルコンのエンジンが轟音を立てて鳴り響く中、私たちは未知の冒険へと向かって飛び立った。セッツァーの笑顔が戻り、新たな希望が私たちの胸を満たしていった。この飛空艇の旅が私たちの運命を変えることになるのだろう。飛空艇ファルコンで世界各地を巡りながら、かつての仲間たちと再会していった。恋人を待ち続ける女性に恋人のふりをして手紙を書くカイエン。絵画の中に潜むモンスターと戦うリルム。一撃の刃をかけたコロシアムでの戦いでシャドウに勝利し、シャドウが仲間になった。そしてストラゴス、ガウ、モグとも再会した。またモノマネ師のゴゴと雪男のウーマロが新しく仲間になった。モブリズのティナ。モブリズの村で孤児たちの世話をしながら、ティナは平穏な日々を過ごしていた。しかしある日突然、巨大な魔物フンババが村を襲ってきた。ティナは子供たちを守るため立ち上がった。フンババとの戦いの中でティナはトランス状態に入り、驚異的な力を発揮した。彼女の内に眠っていた力によりフンババを圧倒することに成功した。ティナは孤児たちを守るため、そして自らの力を使って世界を救うために行動する決意を固めた。フェニックスの魔石。フェニックスの洞窟でロックと再会した私たちは、ロックの心に抱える深い悲しみを知った。ロックは失った恋人レイチェルをフェニックスの魔石で蘇らせることを願っていたが、手に入れた魔石にはひびが入っていた。
ロックは魔石の力をレイチェルに使った。レイチェルは目を覚まし、ロックと再会を果たすことができた。しかしその時間はわずかだった。レイチェルはロックに、あなたの心の中のその人を愛してあげてという言葉を残して去っていった。ロックは深い悲しみと失望に包まれたが、同時に新たな希望も見出した。そして私たちと共に旅をすることを決意し、仲間に加わった。最後の戦い。仲間が揃った私たちは決意を固め、瓦礫の塔に乗り込んだ。塔内では3つのパーティーに分かれ、鬼神、魔人、女神の三頭身を倒すべく戦いに挑んだ。私は仲間と共に女神の部屋に向かい、激しい戦いを繰り広げた。同時に他のパーティーもそれぞれの部屋で激戦を繰り広げ、三頭身を撃破していった。しかし三頭身を倒したにもかかわらず、世界を覆う魔法の力は消えなかった。私たちが塔の頂上に到達すると、そこにはケフカが待ち構えていた。ケフカはすでに三頭身の力を吸収していて、その力を使って世界を崩壊させようとしていた。彼は狂気に満ちた笑い声を上げながら、自らが神となり世界を支配することを宣言した。私たちは絶望に立ち向かい、ケフカとの最終決戦に挑むことになった。仲間と共に信念と力を結集し、苦闘の果てにケフカを打倒することに成功した。変わる世界。ケフカを倒した後、瓦礫の塔は崩壊し、魔力が失われた影響で魔石が砕け始めた。ティナはトランスした状態で導いてくれて、私たちは飛空艇で塔から脱出を試みた。飛空艇が塔から飛び立つと同時に、世界中から魔力が失われていく光景が広がった。そしてティナの体も徐々に光を失っていった。ティナは失速し、空中から落下していった。飛空艇で落下していたティナを助けると、彼女は人間の姿に戻っていた。周囲に広がる平和な風景とともに、私たちは世界が新たな時代を迎えつつあると感じた。というわけで、ファイナルファンタジー6の AI 動画の総集編をお届けした。かなり長くなったが、オープニングからエンディングまで一通り作ることができた。ここまで見てくれた人に感謝するのだ。この後は他のゲームでも同じように AI 動画を作っていこうと思う。ショート動画を更新しながら、それをまとめて長い動画を作っていくのだ。皆さんのご意見を反映しながら作っていきたい。この作品が見たいとか、このキャラが見たいという意見があればぜひ教えてほしい。来週からはドラクエ4の動画の続きを作っていくのだ。それではここまでご視聴ありがとうございました。また次の動画で会いましょう。さようなら。